得体の知れない不吉な塊が、私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した配線カタルや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのは、その不吉な塊だ。以前私を喜ばせた、どんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいに、わざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で、不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終、私は町から町を不老し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくって美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても、壊れかかった町だとか、その町にしても、よそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んで、やがて土に帰ってしまう、といったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだ、という錯覚を起こそうと努める。私は、できることなら、京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静、がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいい蚊帳と、ノリのよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかその死になっているのだったら、錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった街との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や黄や青や様々な縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。また、それを舐めてみるのが、私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな、涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては、父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味には、かすかな、爽やかな、なんとなく死びといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のもの、と言って贅沢なもの、美しいもの、と言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが
自然、私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった。以前私の好きであったところは、例えばマルセンであった。赤や木のオードコロンやオードキニン、洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小1時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を1本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももう、その頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆、借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、甲の友達からオツの友達へ、というふうに、友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ、寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったという風に果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際、あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから、水につけてある豆だとかくわいだとか。また、そこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯に賑やかな通りで、と言って、漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく、街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが目深にかぶった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう、周囲が真っ暗なため、電灯につけられたいくつもの電灯が周雨のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を狂がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。が、その店というのも、みすぼらしくはないまでも、
ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まったつむ型の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らわされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても、心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通っていくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる。漢文で習った梅感謝の言の中に書いてあった鼻を打つという言葉がギレギレに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはぬくい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際、あんな単純な霊角や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街を闊歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、また、こんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは、すべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった開脚心から、そんな馬鹿げたことを考えてみたり。何がさて、私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは、マルゼンの前だった。平常あんなに避けていたマルゼンが、その時の私には、やすやすと入れるように思えた。今日は一つ、入ってみてやろう。そして、私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情は、だんだん逃げていった。香水の瓶にも、キセルにも、私の心はのしかかってはゆかなかった。憂鬱が立ち込めてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出してはみる。そして開けてはみるのだが、克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことには、また次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。
私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本が、どうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さて、あまりに尋常な周囲を見回すときの、あの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで、味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な城が、その度に赤くなったり、青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に、恐る恐るレモンを据え付けた。そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩は、ガチャガチャした色の階調を、ひっそりとつむ型の体の中へ吸収してしまって、カーンと冴え返っていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、そのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みは、むしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ、出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な圧巻が私で、もう10分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたら、あの気詰まりな丸善も木っ端みじんだろう。そして私は活動写真の看板画が期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。